はい、皆さんこんばんは。本日はですね、VFC、ウマレックスのですね VP9 をご紹介したいと思います。はい、今回ですね、これ自分の銃ではなくてですね YouTube で銃のレビューをしているワトさんからですね、お借りして今回この銃について私なりにレビューをさせていただこうと思っています。詳しいレビューはですねワトさんがやってますので、ぜひそちらも見ていただければと思います。VP9 の VP、 こちらはですね、皆さん知ってると思いますが、フォロックスピストルの略で、国民拳銃と言われていることもあって、実銃の話ですけれども、HK は高いという評判ですが、その中でもリーズナブルな価格というふうに言われています。はい、まず印象になりますが、まず感じるのがですね、銃全体がなんかずっしりとしている感じがありますね。これはスライドがメタルというのもあって、あとですね、とてもひんやり冷たいというイメージがあります。実銃もこんな感じなんですかね。あとですね、思ったより大きくなくてですね、逆にスライド等はですね細く小さく感じました。はい、それではですね、各部の詳細に移りたいと思います。はい、まずマズルになります。この銃は 9mm 弾ということで、9mm 弾のマズルという形になります。少しインナーバレルがですね前にあって、若干目立つかなという感じがあります。あとですね、これマズルの内部にですねネジ切りが入ってます。こちらサプレッサー装着用だと思います。はい、とですね、セレーションは全部とこちら後部に両方あります。こちら後方にですねチャージングサポートと呼ばれる突起がついているのが特徴になります。こちらはですね、通常のコッキングをやりやすくするといったところもありますが、手でスライドができないといった環境下で、例えばベルト等に引っ掛けてですねコッキングするといったことも可能にするようです。実際ですねエアガンではやったことないですが、かなり高等なテクニックなんじゃないかなと思います。はい、こちらは左の刻印になります。HK の正式ライセンスを取得している、VFC ならではの、実銃並みのですね刻印がされているかと思います。はい、左側の刻印はこの通りになっています。チャンバー内にもですね HK の刻印が見えるかと思います。あとですね、こちらエキストラクター、こちらは別パーツになっているようです。はい、あとアンダーレールになります。こちらは 20mm のピカティリーレールになります。中央にですねシリアルナンバーが書かれるかと思います。はい、あとはスライドとこのアウターバレルですね、こちらも金属製になります。このスライドを戻す時の音とかですね、非常に金属音は高いと思います。はい、あとこちらのですねスライドストップはスチールでできているようですね。はい、あとセーフティーになりますが、セーフティーはこちらのですねトリガーのセーフティーのみになります。はい、あとですねグリップはですねとても握りやすい構造になっています。こちらですねバックストラップとこのグリップパネル、これがですね SML のサイズ交換が可能になっています。今こちらつけているのは S サイズであります。とても細くてですね握りやすい感じがします。はい、スライド後方にはですねコッキングインジケーターがあります。こちらはまだコッキングされてない状態で、コッキングをすると赤いのが見えますかね。こちらでスライドが引かれた、コッキングされたというのが分かるような形になっています。若干悪さと違いますけれども、赤いものが見えるというのは構造は一緒かなと思います。あとですねストライカー方式のためハンマーは内蔵されているという形になります。はい、あとマガジンになりますが、こちらマガジンはですね表面はですね光沢のあるマガジンになります。こちらちょっと難点はですね、海外製なので普通ガスを注入するとき音がしないというのは共通なんですけれども、ちょっと非常にガスが入りづらいというのが難点になります。あとこちらの銃ですね、今回の銃はですねデラックス版ということなので、こちらまずフロントサイドですね、こちらもスチール、あ
とリアサイドですね。こちらもスチールになります。あとですね、ディスアッセンブルレバー、こちらですね、こちらもスチールになります。あと、右側のですねエキストラクター、こちらもスチールになります。非常にですねデラックス版の方がお買い得だというふうに言われております。はい、それではフィールドスリッピングしたいと思います。まずマガジンを抜いておきます。で、続きましてこのスライドですね、こちらをですねここまでここに合わせてですねこのレバーを下げます。そうするとこのように抜けます。はい、こちらリコイルスプリングガイドも取れちゃいましたね。リコイルスプリングガイドとアウターバレルといった形で取れます。で、こちらちょっとですね故障というかですね、今このバネが伸びているのが分かると思います。これインナーバレルとアウターバレルをつなぐためのバネらしいんですが、こちらが今ちょっと取れてるというような故障が発生しているようです。あとですね、こちらのノズルリターンスプリング、これ今ノズル前に出っ放しだと思うんですね。これが戻るというのが本来なんですが、こちらのやっぱりノズルリターンスプリングが取れちゃってるという故障が発生しています。ただこちらですね、一応実車にはですね影響がないそうです。はい、それでは元に戻していきたいと思います。はい、元に戻りました。はい、全体の感想になりますけれども、まずはですねこの重いスライドをですね動かすシリンダーの大きさ、先ほど見ていただきましたが、非常に大きくてですね、リコイルについては相当な強さがあるかと思います。これはやはりですね実製のスライドでは味わえないというふうに感じます。私まだですね CO2 を使用したエアガン、これも撃ったことないんですが、この CO2 もかなり強いと言われていますが、今私が撃った銃の中ではやはり最上位クラスではないかなというふうに思います。まだ全体の重量感もあってですね、金属音満載のこの実車はですね、やはりかなり満足感は高いかなと思います。これはですねやはりスライドがですね金属の点、こちらが相当起因しているとは思われます。逆にですね反動が強いということがあって、なかなか精密射撃、これは難しいのかなということは言えるかと思います。私としてはですね金属製のスライドガンは今ところ保有していないので、こちらもお借りしたものという形になりますので、ぜひですね今後、HK 好きの私としてはですねこのスライド樹脂版のですね VP9、こちらをですね発売してもらえないかなというふうに期待をしています。はい、それではですねこの後実写シーンもありますので、よろしければご覧ください。
はい、最後までご視聴ありがとうございました。またお会いする日まで。さようなら。